うえ貝柱がはいはいはい。切り離せる。前田さんです。高山の船長柳川です。北海道で一番大きい湖、そして日本で3番目に大きい湖、サロマ湖。船を使わないとある面白い漁法があるらしいので、今日はそのサロマ湖に行って漁を取材していきたいと思います。はい、ということでオホーツク海とサロマ湖に挟まれて狭くなってるここ湧別町までやってきました。オホーツク海にはもう流氷がね着岸、そして振り返ると日本一大きい汽水湖のサロマ湖が広がっています。で、冬の間は湖結氷しちゃうんで、こんな風にね船は丘に上げられてます。すごいな。してすごい船の数。これが全部ね牡蠣とかホタテの養殖船だと思う。そしてここが今回お世話になる鴨屋漁業部さん、湧別のアベンジャーズとして活動されています。もう自宅の裏が職場。もうすごいよサロマ湖。これ乗ってくんだ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。牡蠣を取るため氷を切っていくのですが、氷がね分厚くてこの作業が見た目以上に重労働なんです。なるほど、入れちゃうんだ。これって氷の厚さどんぐらいになったら始まるの？この氷上の量は。なんか乗れるなってなったらあ、感覚？その月で一月で行ったらもう危ないです。ああ、そうなんだ。はい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 。それが1回でズドンっていったらまだ危ないサインなんだ。立ってるのは危ないです。はいはいはい。これなんでここにあるってわかるの？ GPS でこう探してあらかじめ結構隠れることが多くて、うん。で GPS で正確な位置取るんだ。すごい。上げていきますよ。はーい。あ、なるほど。でこっちとそっちで上げるんだ。これまだ寒い日なら指もげるわこれ。はい、そして結んである綱をほどいたら氷上の牡蠣漁スタートです。あ、結構短いだね。ちょっと1個上げてみる？マジ指もげそうなんだけど指冷て。はいはいはい。これかな？はい、うえ、なるほどね。これが一年牡蠣。沈めるのブロックなんだ。へえ、これはすげえわ。これは初体験だわ。あ、でだんだん次の日はあっちに切っていくんだ。へえ。はい、ということで今日は引っ張ってきたソリ3個分を山盛りにしておよそ100キロを収穫していくそうです。
びきったんだけど落とした。でこの牡蠣は寒いと凍って死んでしまうそうで、収穫したら急いで倉庫に戻って水槽に入れてあげるみたいです。まさに人も牡蠣も時間と寒さとの戦い、過酷な漁なのです。もちろんこれだって作ってるんだよね、この機械はね。だよね。でこれを引っ張ってくんだ、モービルで。帰ってきたらまずはこの専用の機械を使って綱から牡蠣を外してベルトコンベヤーで洗浄機へと運んでいきます。洗浄機の中で昆布や砂、牡蠣についてる汚れを洗い流したら、今日取ってきた牡蠣を1カゴずつ分けていきます。でカゴに牡蠣が溜まったら水槽へと運んで滅菌海水の中で1日蓄養させていきます。これやっぱ1日つけなきゃダメなんだ。保存とか紫外線で殺菌した海水で24時間蓄養じゃないと出せないんだ。あ、なるほどね。おいした。収穫作業が終わると蓄養していた牡蠣を出荷するために剥いていきます。これコツあるんですか？コツは一応あるんですよ。ここに貝柱があるので、はいはいはい。これを軽減すればこれって生食で出してる？これ全部生食。生食で出してるんだ。そのお子さん全部へえ、すごいね。プロの技で一つずつ丁寧に剥いていくのですが、中がね殻だったり生育の状態が悪いものは弾いたり、いい牡蠣だけを厳選していきます。やっぱ冬がいい。この時期流氷が来る。あ、そうだよね。余計いいのか。なるほど。食べないですか？いいんですか、食べて。おお、じゃあいただこうかな。うわ、すごいね。はい、ありがとうございます。うまい、マジでうまい。すごっ。いやマジでうまいわ。びっくりした。うわマジか。あ、すごいわ。うまっ。うわ、最高やん。いい牡蠣だね。本当にいい牡蠣だ。うわ、これぞ漁師の特権じゃないの。うわ、いただきます。うわ、これ反則これ反則だわ。やばっ。うまっ。これはうまいわ。オイスター。今日はありがとうございました。マジですいません、マジか。おすすめの食べ方なんすか？しゃぶしゃぶが好きだね。しゃぶしゃぶ。すいません、ありがとうございます。やったー。湧別の牡蠣や海産物はこちらオホーツク優先館でもご購入いただけますので、近くに来た際はぜひよろしくお願いします。オイスター。はい、ということでね、帰宅しました。今回湧別のねアベンジャーズさん、本当にお世話になりました。こんな感じでシールまでねいただいて、でこの牡蠣を使ってとあるね料理を作っていきたいと思います。今の冬の時期はね、ほんと旨味たっぷり、めちゃくちゃ美味しかった。はい、
ということで、せっかくいただいた牡蠣をピント問題で映像をボツにしてしまったので、はい、こちら湧別の鴨屋漁業部さんの牡蠣をね、ポケットマルシェで購入させていただきました。1パック 500g、2つで 1kg。これね、皆さんもご購入いただけますので、気になる方はぜひ概要欄、コメント欄からチェックしてみてください。ということで、この湧別産の牡蠣を使って早速ね、漁師飯作っていきたいと思います。はい、それじゃあまずね、この牡蠣を一回ザルに開けます。これはいいわ、このチャック。ものすごい量だよ。うわ、すごいね。で、これが生食可能サロマ湖さんの牡蠣。食べてみようかな。撮影行った時と味同じ。うまっ。塩適当。はい、塩水の中に牡蠣を入れて少し洗っていきます。もう軽くでいいと思います。はい、洗い終わりました。水気をね、少し切っておきます。OK。はい、そしたらね、水を張った鍋に昆布。はい、昆布がいい感じに戻ってきたら、少しね、沸かしていきます。低温でね、この牡蠣を少し茹でて、牡蠣ポン酢にしていきたいと思います。ザッで、あったかくなってきたら、もう昆布は取ります。で、ほんの少しだけね、あごだし。こんなもん。だいたい沸いてきたら、牡蠣をさーっと、ほんの少しだけ、さっと茹でていきます。ほんとさっと30秒くらい。そしたら氷水で締める。で、これで水分をよく切ります。はい、そしたらね、水気をよく切ります。はい、そしたら皿に盛り付けていく。まずはわかめ、牡蠣を盛り付けていく。大根おろしで、大根おろしにちょっと一味唐辛子軽くね。で、ネギをパラリ。これにポン酢をガーッとかけていく。まずは1品目、湧別のミネラルたっぷりの牡蠣ポン完成。はい、それじゃあね、具材を切っていきます。まずは玉ねぎ。これも編集の力でパッ。はい、バターをね、たっぷりとまずは投入していく。玉ねぎを炒めていく。いやー、音がしない。なぜ？はい、じゃあ玉ねぎはね、しなしなになるまで炒めていきます。玉ねぎがいい感じに炒まってきたら、もう一度ね、バターを入れていきます。で、そこにちょっとね、小麦粉をまぶした牡蠣全部入れていく。はい、これでね、少し牡蠣を炒めていきます。すげえ量だな。でね、ちょっとね、牡蠣から水分が出てきたら OK でね、具はシンプルに玉ねぎと牡蠣のみ。もうこれだけでね、余計なものはいらないって感じ。うわ、牡蠣の旨味がたっぷりと出てきたら、ここに水を入れていきます。じゃあこれで一回ひと煮立ち。さあ、いい感じになったかなと。めっちゃいい匂い。これほんと匂いをお届けできないのが悲しい。はい、ここまで煮込めたら一回火を消す。そしてルーをね、投入していきます。甘口産の中辛にふいっと。はい、そしたらね、これを混ぜていきます。いや、牡蠣カレーなんて超贅沢だよね。中辛もう一個いこうかな。ふいっと。これ、まあ、撮影だから今日すぐ食べるけど、明日やばいよね。はい、ケチャップ、それととんかつソース。そしたら混ぜていく。うわー、いい絵力だな。いいのではなかろうか。それではご飯にかけていきましょう。もうどこすくったってね、牡蠣かかるからね。はい、これでサロマ湖から取ってきた牡蠣で作った牡蠣カレー完成。実食。まずは牡蠣ポン、そして牡蠣カレーで、当然緑色ね。はい、ということでね、これ2回目だけど安着お疲れ様でした。それじゃあまず牡蠣ポンから食べていきましょう。わかめのせていただきます。茹で加減バッチリ。めっちゃうまい。うわ、プリプリやん。次はこちら、牡蠣カレー。どこもかしこも牡蠣だらけ。いただきます。いいしょ。めっ
ちゃうまい。やっぱちゃんとねフライパンで炒めることで牡蠣の水分出し切っちゃってべちゃべちゃにならないからいい。少しやっぱ炒めるのがいいのかな。うまっ。それじゃあねゆっくり食べていきます。ごちそうさまでした。ということで今回は船を使わない漁ということで氷の下にある牡蠣をね取る漁を取材に行きましたが本当に驚きの連続でした。そして取れた牡蠣もとっても美味しかったです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。